この骨を上に向けてあげて、匂いの原因になったりするんで、さよりのお刺身の作り方です。今日はそういうものね、ひじきと生姜ね、なんか春先に生のひじきが出るんで、さよりはね、細長くて変な形してはいるんですけど、基本的には他の魚と一緒ね、さばき方。3枚におろすって感じ。こうやってね、頭と尻尾落として内臓を出してって感じですね。卵が入ってたりだとか、見た目の割に意外と骨が硬いんで、ちょっとね、骨を落とすとき、頭とか尻尾落とすときにね、手切ったりしないよう注意してください。頭尻尾落としたら、今度ね、この内臓洗っていきます。さよりのね、内臓洗うときはね、このね、お腹がさよりって真っ黒なんですよ。この腹に黒い膜がねついてるんで、こいつをよーく落としてあげると、この黒い膜がね結構匂いの原因になったりするんで、これをしっかり洗い流してあげてください。結構ね、さよりはね、見た目が綺麗じゃないですか、銀色に光ってて。なのにお腹が黒いっつってね、腹黒い魚なんて、見た目が綺麗なのになんてね、結構女性に例えたりなんかするんすよね。血合いも綺麗に掃除してあげて、こんな感じで黒い膜落ちればいいんじゃないかなって思いますね。お腹洗ったら、水気拭き取ってあげて、さよりさばくときはね、大名おろしか、腹開きにすることが多いですかね。三枚おろしにすることは少ないですね。腹開きで開いていきたいと思います。この真ん中の中骨に沿わせて、背中の皮1枚残して開いていくっていう開き方ですね。こんな感じでね、包丁の刃先で中骨見つけてあげて、そしたらその中骨に沿わせて包丁を動かしていくって感じですね。こんな感じで真ん中まで開いたら、こうやって取る人と、あとね、たまにねこうやって取る人もいるんですけど、さよりの場合はね、こうやって取ってあげるのがいいんじゃないかなとは思いますね。この骨を上に向けてあげて、でスライドさせていくんですよね。最初にも言ったんですけど、さよりって中骨が硬いんで、だからこっちにね包丁入ってるんですけど、ある程度上に力を入れても抜けて指を切る心配は比較的少ないかなと。今度腹骨をね、このあばら骨ね、すいていくって感じですね。さよりはね、身が薄いんでね、あんまり深くすきすぎないよ。あんまり深く削いじゃうと食べるところがなくなっちゃうんでね。さよりはね、結構ね、値段に幅のある魚で、例えばね、夏場なんかに出るね、サイズのちっちゃいやつだとね、本当に1匹100円もしないぐらいで売ってんすよ。でね、冬場とか、春先に出るような結構ね、魚体の大きいやつ、缶抜きって呼ばれるサイズのやつなんかは普通にね、キロ6000円とかだから、白身の、だからタイとかヒラメとかと同じぐらいの単価がしちゃうんですよね。やっぱね、大きいさよりは美味しいですよ。ちっちゃくて値段の安いさよりっていうのは結構ね、歯ごたえがないんですよ。なんつうの、30センチ以上あるような大きいさよりっていうのは身が厚くて歯ごたえあって、光り物なんですけど、白身魚に近い、そういうお魚なんですよね。腹開きで開けたら今度骨抜いていきますと。でね、さよりはね、別に特段変わった骨の抜き方しないんで、こうやってね、骨抜きで掴んで頭の方に向けて引っ張ってやれば抜けていきますかね。身の締まってる大きい魚体で骨がね抜けないなんて場合は、こうやってね逆に引っ張ってあげると抜けるなんて場合もありますね。
あとねこのねここにヒレがあるんで、ここの骨もね一緒に最後取ってあげてください。骨が抜けたらこのままね皮引いてお刺身にしてもいいんですけど、あよりはね軽く締めてあげてから食べた方が美味しいのかなって思ってるんで、軽くね塩で締めていきます。ほんとね全体にね薄く塩振ってあげて、皮目と身と両方に塩振って、だいたいね時間にしてね3分とか4分ぐらい、ほんのりだから塩味がつくかつかないか程度に塩振ってあげて、ちょっとだけ水分を抜いてあげると、身が締まってね歯ごたえになる美味しいお刺身になるかなって思うんで、このまま3分ぐらい置いておきます。振った塩が微妙に溶けてきて、身からうっすら水分が浮いてくる感じ、このぐらいで、あんまり置いとくとね身が締まりすぎちゃうんで、このぐらいで塩洗い流します。これ身を締める目的で塩してるじゃないですか。なのに常温のね水で洗っちゃうと、そっからまた水を吸っちゃうんで、洗う時はね氷水で洗ってあげてください。で表面にあるね塩をねさっと落とす感じで、落としたら水気をねさらしとかペーパーとかで拭き取ってあげるって感じですね。さよりの水気拭き取ったらお刺身にしていきますと。お刺身にするときは皮引いてあげて、で、盛り付けてって感じですね。皮引くときはねこれね最初にねこの身を半分に渡しちゃって、でねここにねもしねヒレのね背びれの骨が残ってたら落としてあげて、皮はねアジと一緒でねここをね包丁でねピッとこんな感じでね包丁の背を使ってまな板に押し付けながらずらしてあげると剥けていくって感じですね。こんな感じ。もし残っちゃったら手でも剥けるんでね、人によってはねこれねこっからね爪入れてね手で剥いちゃうっていう人もいますね。これ手でも剥けるんですよ。こうやってあと身を押さえながら引っ張ってあげればスルスルスルっと。あとね盛り付けね、これねひじき置いてあげて、で大葉でも敷いてあげて、さよりはね切り方がいろいろあって、一般的なのはねここに真ん中に1本入れて、でこうやってトン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 って切っていく切り方。あと例えばこれだったら半分に割って細く切っていく切り方、糸作りとか言うんですけど、さよりって結構身自体が綺麗なんで、この銀色が残ってればねどうやって切っても結構格好がつく魚というか、藤作りなんて言うんですけど、身を2つ合わせてあげて、で端だけねちょっと整えてあげて、でこっからね1センチぐらいの厚みに切ってってあげるんですよ。3つか4つぐらいかな。でねこれね身をねこっち側に立ててこうやって並べてってあげるんですよ。こんな感じで。そうするとこの断面がね藤の花に見えるじゃないですか。これね藤の花に見えるから、こういう作り方も意外としますね。ほらこんな感じの藤の花の形をかたどった感じ、こういうの和食屋さんが意外とやったりしますね。身を細くね上だけつないで3つか4つに裂いてあげて編んでいくやり方ね。今回は4つに裂いたんで、一番端からね上回して下回してで今度これを上回してって、これを繰り返してってあげるっていう。場所によって光ってる身と光ってない身とがあるから、編み込んであげると結構綺麗なんですよね。これね
僕は意外と好きな作り方ですかね。これ別に3つに裂いてもよくて、3つで編み込むと、もうちょっと粗い感じの編み目になるんですけど、これは女子の三つ編みと一緒っすよね。三つ編み四つ編み。さよりは身が綺麗なんで、こうやってハスにね切ってってあげても綺麗ですよ。こんな感じで、こんな感じかな。この角っこ丸めてもいいし、こうやって作ってっても意外と綺麗だったりしますね。はい、じゃあ適当に盛り付けちゃいますね。最後ね、生姜を添えて完成とね。あとね、僕の知り合いで一人ね、さよりはねわさびと生姜どっちでも食べるっていう人もいましたね。はい、こんな感じでさより完成です。どうぞ。